おはようございます。今週も人間をやります。めっちゃすがすがしい朝ですね。というわけで月曜日なんで白湯飲みながらワンピース読みます。てかワンピース読めんの4週連続ちゃうん。4週連続で読めることってなかなかないからな。来週はさすがに救済かな。今から90分作業します。いつも通りの昼ご飯です。先週また暑かったんですけど、昨日からはめっちゃ涼しいですね。もう湿度がだいぶ下がったんで、もうなんならちょっと寒いぐらいやもん。まあでもやっぱりこのぐらいが過ごしやすいですね。もう10月も後半なんで、もうさすがに暑くなることないでしょう。もう暑くなることないでしょうって僕3回ぐらい言いましたよ。この季節の変わり目に。ほんまに涼しくなったり暑くなったりすると自律神経が乱れるんでやめてほしい。そしたら今からネットフリックスでポケモン見ます。次は3時半まで英単語の勉強します。はい、今日のやるべきこと終わりました。というわけで今からユニクロ行ってから整形外科行きます。整形外科ほんまは先週行こうと思ってたんですけど、先週行けなかったんですよね。太陽光あったけー、マジで気持ちよすぎる。ユニクロ到着。スウェット買いに来ました。 S サイズと M サイズ試着しよう。あとはスウェットパンツも買い替えようと思います。パンツはな S でいいわ。スウェット買いました。さあ整形外科行こう。お金下ろしてたから着くの遅くなってしまった。いやーもう日暮れちゃいましたね。今日の晩ご飯は昨日作った炊き込みご飯を温めただけです。晩ご飯です。あとはキャベツとスクランブルエッグと味噌汁ですね。炊き込みご飯がマジでうますぎる。明日も作ろうかな。てか病院行ってきたわけなんですけど、僕右手首骨折したのが9月4日なんですよ。でもう病院行ったのが今日で5回目かな。そうやな、合ってるわ。で最初骨折しても全然お金かからんやんって思ってたんですけど、何回も病院行かなあかんせいで結局5000円ぐらいかかってるんですよね。いやでも正直ね、もうこれ行く意味あんのかなって思ってて、また来月も病院行かないといけないんですよ。次また来てくれって言われたらもうさすがに行かんかも。もうなんかとりあえず来させようとしてるだけな気がするんですよね。だってもう僕腕立て伏せとかプランクとかせん限り右手首全く痛くないんで、であればもう治るのって時間の問題じゃないですか、ね、腕立て伏せしてみて痛かったらやめたらいいだけやし、でも全く痛くなかったら問題ないっていうことじゃないですか。もうなんか自己判断でいい気がするんですよね。このままやともうスケボーもずっとできひんから。いや困ったな。今日ユニクロで買ったスウェットを早速着たいと思います。上下セットで3980円でしたね。どっちも1990円です。で上が M サイズで下が S サイズです。はい、こんな感じですね。ほんまに普通のスウェット。昨日だいぶ気温低かったんで T シャツで寝るのめっちゃ寒かったんですよ。であと最近ね、朝方トイレで目覚めることが多くて、絶対ね寒いからなんですよ。で僕部屋着が T シャツとこの裏起毛のスウェットしかなかったんですよ。でこの裏起毛のスウェットは真冬に着るやつなんで、前からこれからの時期のためにこのスウェット買いました。これで快適に寝れると思うわ。で僕が今まで履いてたスウェットパンツもユニクロのやつなんですよ。これもね多分1990円で買ったやつだと思います。でこれねもうほんまにボロボロで、もうまずめっちゃ黄ばんでるし、でもこんな感じで穴とかも開いちゃってるんですよ。これねちょっといつ買ったかは思い出せないんですけど、間違いなく7年以上は履きましたね。2018年の時点でこれ履いてるのは覚えてるんですよ。というのはその時僕が持ってた服の写真っていうのが残ってるんで、前から間違いないと思います。やっぱりねベーシックな服っていうのは長く着れますね。なんか僕基本的にどの服も多分3年とか着ますからね。でこれね当然昔に買ったやつなんでデザインはちょっと変わってますね。ていうか色が全然違うな。デザインが変わってるって言っても1箇所だけかな。このウエストの紐が昔のやつは外側についてるんですけど、新しいやつはねこんな感じで内側についてるんですよ。外側から紐見えないんで新しいやつの方がいいですね。でこのスウェットパンツは運動用にしようと思うんで、このスラックスは捨てます。
てかスラックスの色落ちやばいな。ジーパンの色落ちはかっこいいけどスラックスの色落ちはあかんな。おはようございます。二度寝してもうた。やっぱ寒くなってくると早起きする難易度が明らかに上がるな。いやでもスウェットのおかげでめっちゃ快適な気温で寝れましたね。それでも窓開けて寝てたからか朝方トイレ行きましたね。やっぱ窓閉めて寝た方がいいか。朝方に1回起きちゃうとその1時間後とかにはもう起きないといけなかったりするんで余計起きんのが大変になるんですよね。であとはねちょっと1日のスケジュールを見直すわ。冬はね絶対夏より睡眠時間は長く取った方がいい。もうこれは体感として間違いないねんな。夏はね睡眠時間が7時間とかでも余裕で起きれるんですよ。やけど真冬とかはもう絶対起きれないんですよね。だから9時間睡眠で考えよう。やっぱり朝の散歩は最高ですね。なんか日曜日からやたら風強いねんな。今ぐらいの気温やったら気持ちいいけど散歩した後は暑いんでやっぱりホットじゃなくてアイスカフェラテが飲みたくなりますね。というわけで今から作業します。昼ご飯です。味噌汁の具材は豆腐と大根と舞茸ですね。今日もポケモン見ていきます。今から英単語の勉強します。今日は親子丼作ります。親子丼って作るの難しいねんな。もしかしたら一番作るの難しいかもしれん。作ること自体は簡単やねんけどうまく作るのがめっちゃ難しい。特に卵の塊具合ね。ここにだし入れます。卵入れる前に味をしっかりと染み込ませないといけないです。いや今ちょっと味見したけどめちゃくちゃうまかったぞ。これだしがめっちゃ重要かもしれんな。卵入れていきます。卵は全然片面でいい。やばい、こんなに見栄えがいい親子丼初めて作れた。卵がめっちゃいい感じ。ほんまにめっちゃいい感じや。手上げでいただきます。もうめちゃくちゃうまいやんけ。決め手はだしやわ。でもよく考えたら水入れんの忘れてたわ。多分水入れたらもっとつゆだくになってたと思う。これは今まで自分で作った親子丼の中で一番うまいですね。おはようございます。めっちゃ寝た。8時間半は寝たな。今日は雨予報だったんですけど今めっちゃ晴れてますね。もう9時になるんで今から作業していきます。昨日ささみ売り切れてて買えなかったんで今日は鶏胸肉で鶏ハム作ります。冷凍してたやつを昨日解凍しておきました。これ久しぶりに作るな。前はね僕フォーク持ってなかったからこうやって穴開けるのが結構大変だったんですよ。おーめっちゃいい感じです。ちょっと一旦取り出します。うわ、まな板の上に置くと汁が垂れちゃうんでバットの上置きます。でここにネギ。このネギねほんまは加熱しなあかんらしい。よく見たらねここに書いてるんですよ。電子レンジで温めるわ。今すごい大雨降ってきましたね。これネギ塩だれですね。温めよう。そしたら鶏肉切っていきます。見てください、これ完璧です。ちょっとこれだけ太く切っちゃったな。でもうあとここにタレをかけるだけです。でさらに最後胡椒ですね。であとはレモンをちょっとかけます。完成しました。最高すぎる昼ご飯です。味はねクソうまいです。
はい、こちらバンド T シャツ買いました。これね、大阪のブレイブアウトっていうハードコアバンドの T シャツですね。ライブは昔何回も見たことあったんですけど、今年の5月にも久しぶりにライブ見ましたね。で先月アメリカツアーしてたみたいで、その時に販売された T シャツですね。日本でも再販されたんで、このホワイトのラスト1枚買いました。いや、こういうねハードコアバンドの T シャツのデザインめっちゃ好きなんですよね。いや、いいっすね。ご当地 T シャツからバンド T シャツに入れ替えるわ。今からポケモン見ます。ちょっと雨のせいでやばいぐらい湿度高いんでエアコンで除湿します。今日も英単語帳やっていくわけなんですけど、やっと最終章のチャプター40まで来ました。今日でやっと終わりや。でも終わってからもね、まだ復習が20日間あります。これで完全に1周やったことにはなるんですけど、言うても何回も同じとこ復習してるんで、実は1周やった時点で全部の単語を6回見てることになるんで、6周やったことになるんですよね。さあやっていくか。やっと終わりました。達成感半端ない。気持ちいい。かなり大変やったな。いやでも後半に入るにつれて進むのがどんどん楽になっていきましたね。いやもうとにかくね、音声が素晴らしいわ。もうこの本はネイティブの自然な喋り方の英語が聞けるんで、それがめちゃくちゃ良かったですね。で毎日英語でポケモンも見たりしてるんで、もうそういうスピードの英語しか聞いてないんで、なんか気づいたら別に速いとか思わなくなりましたね。もうむしろこれが普通のスピードやなって感じ。でもまだまだこっからですね。この本はまだ何回もやるつもりなんですけど、来月このシリーズの残りの本全部買いたいと思います。全部で7冊あって1万8000円ですね。もうどうせ全部やるつもりなんでまとめて買います。しかもまとめて買うと6000円引きになってめっちゃお得なんですよ。いやー楽しみやな。早く新しい本やりてー。今日の晩ご飯はガーリックライスです。うまそう。ついに牛肉のストックがなくなってしまいました。うますぎる。最近牛肉全然半額で見かけへんくて2割引きばっかりなんですよ。いやでも牛肉は定期的に食べたいよな。もうあっという間に9時ですね。というわけで作業します。昼ご飯です。ポケモン見たんで今から2時5分まで英単語の勉強をやります。はい、というわけで今から髪切りに行きます。今日はめっちゃ曇りですね。大阪駅到着。やばい、大粒の雨が降ってきた。はい、髪切りました。ほんでまだ微妙に雨降ってますね。今日の晩ご飯は昼ご飯をちょっとアップデートした感じのやつです。もう帰ってくるのが遅くてご飯作るのが遅くなる日とか、特に食べたいもんがない時はもう毎回こういうの作ります。基本的に昼に食べてるやつとアボカドとか食べます。もう正直僕毎日これでもいけるわ。そのぐらい満足度が高いんですよね。てかアボカドにわさび醤油かけて食べるのがうますぎる。いやこれほんまにうますぎるって。いやもう正直サーモンよりうまいかもしれんもん。で醤油は普通の醤油じゃなくてわさび醤油使った方が絶対うまいと思います。ちなみに僕はこの醤油使ってるんですけど、刺身食べる時に使うとバカほどうまいです。てか美容院が来月1000円値上がりするみたいで、カットの料金が7600円になるんですよ。正直カットに7000円以上ってちょっと厳しいなって僕感じてますね。最初行き始めた時が4500円やったからもう3000円値上がってるんですよ、この3年間ぐらいの間で。もちろん仕上がりはめちゃくちゃ満足度高いんですよ。ただカットに7000円以上出せる人ってどんぐらいおる？まあでも僕はそれを高いって感じるなら、それはもう僕は客じゃないだけなんですよ。別に払う人なんていくらでもいると思うし、お金払ってくれる客をね、大切にしたらいいと思うんですよ。別に文句言うなら行かなきゃいいだけやし、僕は正直カットは5500円以内に収めたいなって感じですね。ただ店探すのも大変なんでね。あと違う人に切ってもらって仕上がりが微妙やったら萎える。おはようございます。今日は一日中晴れ予報やったんですけど、まだ曇ってますね。ここはめっちゃ晴れてるんですけど、太陽が雲で隠れてるからちょっと寒いな。
上着着てきたらよかった。やっと太陽出てきました。昼ご飯です。今日はちょっと納豆がないです。いや、昼寝が気持ちよすぎて寝すぎちゃいましたね。気候が良すぎる。というわけで今からポケモン見ます。ポケモン見たんで英単語の勉強します。もう外真っ暗ですよ。日の入りが早いと一日がめっちゃ短く感じるな。今日炊き込みご飯作ろうと思ったんですけど、時間的にちょっと厳しいんで豚キムチ作ります。豚キムチは割と時短料理なんでいいですよね。しかもめっちゃうまいし。ニンニク入れよう。入れすぎた。うわー、しまった。明日の納豆買ってない。はい、完成。晩ご飯です。今日もアボカド食べます。おはようございます。はい、というわけで今から矯正歯科に行きます。もう歯の矯正はね終わってるんですけど、定期的に歯見てもらわないといけないんですよ。で、前に行ったのが3ヶ月ぐらい前やったかな。で、多分次は半年後とかに行くことになると思います。多分歯が動いてないかとかの確認だけですね。だから値段も安くなってて、前回行った時は2200円しかかかんなかったです。リテーナーはねもう毎日つけてるんで 100% 歯は動いてないです。寝る時は金属のやつつけてて、で午前中はプラスチックのやつつけてるんですよ。プラスチックのやつももうなんか時間短くしてほしいって言われてるんですけど、プラスチックのやつは言うても僕1日2時間とかしかつけてないです。でも毎日つけててちゃんとはまるから、歯は全く動いてないんですよね。で、あとマウスピースのリテーナーって実はあんま長くつけてるのも多分良くなくて、というのは歯を覆っちゃってるっていうことは唾液が当たらないっていうことじゃないですか。で、唾液が当たっていない状態っていうのは、実は虫歯とかになりやすいんですよね。今日は完全に曇りで空が真っ白です。電車まだ来てないわ。ギリギリ間に合った。はい、終わりました。江坂に移動します。江坂到着。皮膚科に薬もらいに行きます。久しぶりに松の屋行くか。バスの時間が20分後なんで歩いて帰ります。さあポケモン見るか。いやー、今日のポケモンはかなり簡単でしたね。内容はね 95% ぐらいは理解できました。てかほぼ 100% か。で、今日の話はほんまに一言一句全部英語で書き出せって言われても 80% ぐらいは書き出せると思う。なんかその時のエピソードによって理解度めっちゃ変わるんですよ。で、基本的にどのぐらい理解できるかっていうと、僕そもそもポケモンが好きっていうのもあるし、普段ゲームもやってるから前提知識があるんですよ。だから内容はかなり理解できるんですね。じゃあ一言一句書き出せって言われてどのぐらい書き出せるかっていうと、多分平均 50% か 60% ぐらいだと思います。で、ほんまにもう全然分からへん時はもう 30% も理解できひん時もある。で、そういう時のエピソードっていつもロケット弾メインのエピソードなんですよね。ロケット弾の英語僕的にめっちゃ難しいなって感じるんですよ。特にニャースは喋んのが早いのに加えて声がめっちゃしゃがれてるんですよ。だから余計難しいんですよね。だからちょっとロケット弾メインの回の時はねかなりしんどいですね。それあんまないんですけど、あとロケット弾が喋ってる時は知らん単語が多いっていうのもあるかもしれん。でも日本語版のポケモンでもニャースってめっちゃ声しゃがれてるんで、だから日本語勉強してる人がニャースの日本語を聞いたらめっちゃ難しく感じるんじゃないかなと思います。はい、晩ご飯です。今日は昼に外食したんでご飯これにしました。もう1日1回はこの組み合わせ絶対食べたいな。はい、というわけでそろそろ終わりたいと思います。
いや今週ようやくね単語帳やりきることができましたね。もうとにかくボリュームがすごくてきつかった。いやでもこれで毎日ネイティブの自然なスピードのアメリカ英語を聞いて、で自分の発音だったりイントネーションを改善していってるおかげで、もうポケモンのアニメ見てる時も一言一句何言ってるか分かるっていうこともかなり増えてきましたね。もうというかこの英単語帳の英語が早すぎて、もうポケモンの英語聞く方が簡単やねんなもはや。いや冗談抜きで。でポケモンのアニメを見始めたのが今年の4月だったと思うんですけど、もちろんその前に発音記号全部理解して、ストレスのかけ方、イントネーションで、あとはリンキングのパターンも論理的に一通り理解したんで、自分でも思った以上に早くネイティブの英語を聞けるようになりつつあるのかなと思います。ほんまに自分の発音を修正する時も全く疑問に思うことがないんですよね。もうただネイティブの真似をするんじゃなくて、もう全部納得感を持って修正できるんですよ。で1個修正すると応用が効くんですよね、論理的に理解してると。あとはもちろん文法も全部やりましたけど、でも僕はまだまだほんまに初心者なんで、早いとこ中級者になれるように頑張ります。で一応僕自分の英語のレベルに関しては目標があって、そこには7年ぐらいかけて到達できればいいかなって思ってます。でもうすでに勉強のプロセスはある程度決めてるんで、もうただただ毎日それを進めていくだけですね。メインは Netflix とか、あとはアメリカ人の動画を見るっていう時間を一番増やしていきたいなって思ってます。引き続き継続します。であとですね、今週の10月21日にチャンネル登録者数が6万人になりました。いや本当に皆さんいつもありがとうございます。いややっと6万人か。僕 YouTube 始めてもう丸5年経ってるんですよ。5年やってやっと6万人。正直 YouTuber の中ではもうかなり底辺じゃないですか。でも僕は何よりも5年以上続けられてることがすごいなって思ってるんですよ。いやというのもね、 YouTuber ってたとえバズってチャンネル登録者数が何十万人とかってなっても、ほとんどの人が辞めるか、もしくはやってても再生数がめちゃくちゃ低かったりするんですよね。多分 YouTube 見てる人やったら1回ぐらい経験したことがあると思うんですけど、あれそういえばあの人最近見てないなと思ってその人のチャンネル見に行ったら、もう最後の更新1年前みたいな、こういうのありません？もしくはなんかめっちゃ再生回数下がってないみたいな。いやそうなんですよ。実は登録者数を一気にめちゃくちゃ伸ばす人よりも再生回数を維持できる人の方が僕は圧倒的に少ないんじゃないかなって思ってるんですね。とにかく続けられる人って少ないで、僕はたまたま続けてるから今があるだけ。やめないっていうことを続けてるだけなんですよ。だから5年以上生き残ってる。もうほんまに淡々とやってるだけ。いやそれはね、動画撮るのしんどいなって思う時もありますよ。でもそういう時でも僕は基本的にやる。で登録者数もね、もちろん10万人いきたいと思ってるし、もうなんなら15万20万30万っていきたいわけですよ。もうやからたとえ視聴者があんまり増えんくてもやり続けるだけですね。例えば1日10人しか増えんかったとしても、1ヶ月で300人で1年で3600人か、10年で3万6000人。さすがにそれはちょっとペース遅すぎるかもしれんけど、ちょっとの変化って気づいたらもうすごい変化になってるんですよね。習慣だけが全てを凌駕する、間違いない。語学の勉強もそうですよね。というか全てがそう。もう生活リズム、食習慣、運動習慣、こういうのって全部一気に変えようとすると続けられないんですよね。来週から本気出すぞとか、来年になったら生まれ変わるとか言ってて続いてる人見たことあります？僕ないもん。そうなんです。一気に変えるのって無理なんですよ。もう変えるなら今すぐ変えた方がいい。でも変えるのは何か一つだけにした方がいいですね。もう例えばじゃあ食習慣を変えるとして、今3食全部外食とかしてる人がいきなり3食全部自炊にするんじゃなくて、もう1食だけ自炊にしてみるとかで、それを1ヶ月継続できたら、じゃあ次は2食自炊してみるみたいな感じで変化を徐々に加えていくんですよ。僕は今の生活になったのってもう数年かけて徐々に変化させていって今の生活になってるだけなんですよ。もうほんまに小さく始めた方がいいと思います。もう確かに1日それをやったって何にも変わらへん。もう10日目と11日目も変わらへん。99日目と100日目も変わらへん。じゃあ1日目と100日目を比べたらどうですか？いや変わってるに決まってるって。999日目と1000日目も何が変わったかなんて誰にも分からへん。でも1日目と1000日目を比べたらありえんほど変わってると思いません？いやもし変わってないんだったらそれ何も変化加えてないだけなんですよ。もうだから僕は1日を無駄にするわけにはいかないなって思ってます。もうたったの1ミリでも前進するために、この3ヶ月ぐらいは僕はそういう風に考えて生きてます。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。